エクストレイルは、になって身近な存在ではなくなりました。今回は新型エクストレイルの内外装レビュー。エクストレイルファンが怒っている理由は？エクステリア賛否両論。酷評の理由は？インテリアの装備に戸惑う理由は？というテーマの動画になります。この動画を見ることで新型エクストレイルのいいところ悪いところを知ることができます。新型エクストレイル購入検討されている方はぜひ参考にしてください。そして動画参考になりましたらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。つまらなかったら低評価をしてください。それではやっていきましょう。はい、それではですね、まず賛否両論あるエクステリア。ちなみに皆さんはフロントフェイスは好きですか？あんまりですか？私は個人的にフロントちょっと惜しいなっていう風に感じました。前作のエクストレイルと大きく異なり、セパレートしたフロントランプ、刷新した V モーション、SUV といったらこれ。シルバー&クロームのロアバンパーフィニッシャーと完成度は高いです。ただこのフロントフェイスをあまり好まれない方が多く、もうネットで顔が微妙っていう風に言われています。いわゆるザ先進的な車って感じでいいデザインだと思うんですけど、これだとまるで都市型の SUV、ハリアーみたいな感じですね。本当に言うとただのかっこいいクロスオーバー SUV ですよね。これまでのエクストレイルファンはタフギア感を求めてたんじゃないかなっていうふうに思ってます。開発者はこれまでのエクストレイルのタフギア感を新型にどう表現するかを考えたそうなんですが、このフロントからはちょっと残念ながらね、タフさっていうのはあんまり感じず、ハリアーのようなもう綺麗なね、都市型の SUV になってしまったので、エクステレルファンはもしかしたら困惑してるかもしれません。個人的に全グレード E パワーでこのフロントフェイスはありだなっていうふうに思ってます。そしてサイドもそうなんですよね。これはね、もうただのかっこいいクロスオーバー SUV なんですよ。もうかっこいいスタイルのいいクロスオーバー SUV にルーフレールがついたお車ですよ。ホイールも稼ぎ切って速く走れそうだし、かっこいい。それにここ。洒落たね、シルバーのガーニッシュをね、つけてるんじゃないよ。もうここはでも樹脂でいいんですよ。もうこれじゃね、たらたらかっこいい車です。リアですが、こちらの方がフロントより厚みがあってタフギア感はありますよね。このバックドアとバンパー部にこれまで求めてたものがあります。樹脂の部分もね、広く使われているんで、リアの方がファンはね、そそられるかもしれません。リアとフロント別の人が作ったのかな。そしてラゲッジルーム。誠に残念なことになりますが、今回は E パワー仕様により駆動の大きいバッテリーを積む必要があります。ってことは、ラゲッジの下のバッテリーが増えて、ラゲッジ容量は減少せずに増えてます。まさかのね、前作よりも10リッターアップで575リッターと、このクラスの SUV ではね、トップになりますね。9.5 インチのゴルフバッグを4つ積載可能。これはラゲッジの下が補給バッテリーのみになったので使える空間が増えました。ステーションワゴンプラス SUV の荷物がパンパンに入るアウトバッグよりも容量は大きく。このアウトドア感はギア感があっていいですよね。やっぱりね、エクストレイルにはキャンプ道具とキャンプ場が似合いますから。ちなみに荷室下の収納はね、こんな感じです。前作のように高さはないけど広い空間があります。で、このすぐ下に補給バッテリーとBOSEのウーファーが積載されてます。この影響でね、スペースがないのか、スペアタイヤは装備できません。オプションでもないので注意してください。そして注目の車中泊。これはね、できます。ただし条件ありです。見ていただければわかりますが、リアシートを倒せば人が横たわれるくらいの長さが取れます。この状態でリアシートからラゲッジまでの長さを、皆さんにね、お伝えしたかったんですけど、残念ながら新型エクストレイルのホームページには長さの表記が一切ないんでわかりません。ただ有名自動車のニュースサイトでは170センチの人が斜めにならないと寝れないことや、客観的に見ても寝た時にですね、頭が1個分くらい飛び出しそうなんで、助手席をずらしてボックスなんかを置く必要があるかなというふうに思いました。ちなみに今回日産で初採用した 100V コンセントはサイドのこの場所にあるため、車中泊時なんかね、炊飯器などを動かせますね。ナイス追加です。インテリア見ていきましょう。まず全体ですが、めっちゃシンプルな構成。
皆さんはこのインテリア好きですか？イエスかはいでお願いします。センターからドア側に水平ライン。ブリッジ式のコンソール。どこかで見たことがあるものを複合した構成ですが、エクスト L ならではの、ここは特徴が出てて最高っていう部分と、何これっていう部分があるので、そこに注目してください。まずはメーターディスプレイ。これはですね、見た感じオーラで装備されているものと同じっぽい。12.3 インチの大型ディスプレイ。そして、エンハンスモードとクラシックモードを選びます。唯一これが新しいっていう風に思ったのはね、エネルギーフローモニターです。E パワーなんで、エンジンが始動しているタイミング、そして E ホースなんで、前輪後輪の駆動、バッテリーの充電、放電を知ることができます。実はね、ここだけの話なんですけど、加速時の駆動のタイミングがちょっと違いましたね。詳しくはちょっと試乗編でお話しします。こんな制御してるんだ、とちょっとワクワクしましたね。面白い。ヘッドアップディスプレイ。これはでかいですね。10.8 インチなんで視認性は高いです。どれくらいでかいかっていうと、横から見るとこんな感じです。ただね、個人的には、メーターディスプレイがちょっと面白すぎるんで、試乗編でも正直ちょっとあんまり意味なかったですね。機能が高すぎるのも問題ですね。そして、ナビディスプレイですが、これはね、いいポイントがめっちゃあります。まずサイズは 12.3 インチ。アリアと同じく最大サイズですね。ワイドのディスプレイなので視認性は高いですが、それだけじゃない。なんとね、3画面分割も可能。画像のように、オーディオ、ナビ、電話などをマルチに使用することができます。この状態でも、ナビの見づらさっていうのはあんまりなかったんで、常時この分割画面の表示でいいかもしれないですね。そして、アラウンドビューモニター。やっと改善されました。本当にめっちゃ嬉しいですね。画面が大きくなってるプラス、ワイドのディスプレイを目いっぱい使ってるんで、もちろんね、見やすいには見やすいんですけど、画質が改善されて少し遠望がね、見やすくなりました。10% くらい上がったんじゃないですかね。ありがとうございます、日産さん。もう本当にね、ちょっとマシになっただけでだいぶ変わりましたね。もう一個、このアラウンドビューモニターを使うボタンですが、地味な変更によって使いやすさ 120% 増です。横からではなく上から押す形式に変わりました。ボタンってね、券売機みたいにやっぱ横から押すよりも、ピアノみたいに上から押した方がね、圧倒的に押しやすいですからね。また素材ピアノブラックかよ。もう指紋つくやんって思いましたが、この際気にしません。ナイス変更です。エアコンですが、いい点が一つと悪い点が一つ。良かったのは、ボタンとダイヤルが全部でかいんで、操作しやすいですね。ダイヤルってもしかして前作よりでかくないかなっていうふうに思いました。悪いのは、全部ピアノブラックになってしまったんで、もう指紋とホコリでメンテが大変ですね。付近とかをね、コンソールボックスに入れておきましょう。コンソールですが、これはね、エクストレイルの中で2番目に良かった部分があります。何だと思いますか？電線シフトの使いやすさか、ドライブモードセレクターの回しやすさか、コンソールの可触。正解はですね、3番です。電線シフト、電動パーキングブレーキ、オートブレーキホールドは E パワーによく使われるもの。ドライブモードセレクターは E ホースの場合、オンロードが3つ、オフロードが2つ、計5つのモードを選択できます。そしてこの金属感のある可触が最高ですね。この硬質感が SUV 感を表現できていて、個人的には最高です。触った感じはね、ツルツルした食感になってますね。ここね、ピアノブラックじゃなくて本当に良かったなーっていう風に思いました。コンソールボックスですが、もうただただでかいです。観音開きで開いた後も蓋が邪魔になりません。中はこんな感じ。残念ながら日産ホームページに数値の表記がなかったんで、この大きさを皆さんに伝えるのが難しいですが、私が言えるのは 500ml ペットボトルが入りそうなくらい大きいですね。購入後にぜひやってみてください。入んなかったらごめんなさい。そして一番接触時間の長いシートになりますけど、ここはいい点と悪い点が。良かったのは人工比較なのにかなり質がよく見えます。これは日産初のティーラーフィットといって、機能性と柔らかさを重視したものです。質がいいんで見た目的にはかなり満足できました。悪い点はそこまで食感は良くないかなっていう風に感じました。良くないっていうのはね、日産のホームページでまさかのナッパレザーと比較していたんで、
まあ、確かにこれの感触はいいんですけど、ナッパレザーにはさすがに劣ります。ナッパレザーね、本当にこうシートから離れたくなくなる吸着性があるんで、ナッパレザーには劣るがいい感触っていうのが私の感想ですね。まあ、ただこれはね、自社で作ったのは本当にすごいなっていうふうに思いました。すいません、あと1個だけいいですか。この上部のブラウンのプラっぽいのがちょっときついですね。仮にもこの GE ホースのグレードは449万円で、まあいろいろつけるとね、500万近い代物になっております。この高価格帯の車にこの安っぽいのは似合いません。こう他のところとね、同じようにステッチ付きの合気で良かったんじゃないかなっていうふうに思ってしまいましたね。リアシートを見ていきましょう。いや、ここも最高でしたね。もう私が乗るんだったらリアシートに乗ってたいです。まず入り込み。これはですね、リアドアが90度開く仕様なんで、入りやすさも 30% 向上ですね。荷物を取るときも楽な仕様になってます。座ってからまずレッグスペース。これがやばい。実際測ったときは私の拳3つ分以上ありましたんで、まあ、拳1個が8センチなんで24センチくらいの余裕があります。余裕がありすぎる上にシートの下には足のつま先入れられますんで、まさに余裕自適。こんな風にね、足を伸ばして遊べますね。次にヘッドクリアランス。拳が 1.5 個入りましたんで、まあ12センチくらいの余裕があります。圧迫感は感じにくいですね。あと、それプラスなんですが、もう見晴らしがめちゃくちゃいいです。運転席よりシートが高いんで、まあリアシートにいても前方の景色が楽しめるのが最高ですね。ただちょっとですね、後ろから見た時に運転席のヘッドレスト大きいなぁとも思いました。そして座面。まあ、ちょっと惜しいですね。クッション性は高いんですけど、まあ、膝が少し浮いてたので、まあ、もう少し長さがあると嬉しいですね。まあ、前に余裕があるんで足伸ばせばいいか。新型エクストレイル発売前からファンは激怒していました。なぜだと思いますか？米国のローグが発売されて2年の月日が経って日本でエクストレイルが発売されたから。ただでさえ米国で先に出されたのに、まあ、それプラス2年も時間がかかってしまい、エクストレイルファンは激怒を超えて呆れて咲いたのかもしれません。ただこの2年間、日産がただただ出し惜しみをしてたわけではありません。このローグを日本向けに e パワー仕様にするのに時間を費やしてました。まあ、細かく言うなら多分2年はかかってないですね。半導体不足の影響もあります。そして VC ターボと e パワーと e ホースっていうモリモリ仕様のエクストレイが出てきて、まあ、受注がね2週間で12000台と他の e パワーの中でも最速の記録だそうです。みんな大好きエクストレイル。いろいろね仕様やコンセプトは今に合わせて変わってるところもありますけど、まあ、この車っていうのはねエクストレイルです。きっとね瞬く間に SUV のトップに返り咲くでしょう。頑張れエクストレイルってことで、そろそろ動画終わります。動画参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。